勝利とは自分の全てが肯定される瞬間ですか？人生の一部。塩試合とは試合の結果そうなっちゃった。じゃないと7年ずっと判定じゃないですよ。8年かな7年分かんないですけど伸びてる。はい。いやしょっぱくならないと思いますよ。来ますもんこいつガンガンやっぱ判定って勝ったとか負けたとかじゃない感じがしてて、後々その判定基準を知ってああなるほどみたいな。知ってた。あ、知らないですか。みんなファイトマネーとはお給料。でそのファイトマネーが自分の価値だと思ってるんで。ボーナスっていうのは通常のファイトマネーと何分の1ぐらいのファイトマネー？まあ割合的には3分の1とかですかね。それはでかいな。でかいね。リングスでプロデビュー、その後アメリカに渡って UFC、日本に帰ってきてからはパンクラスとプライド、そしてライジン、引退試合もライジンで行いました。シュートでプロデビューしてプライド武士道、やれんのかドリーム K1、ワンチャンピオンシップストライクフォースで USCでライジンに戻ってきて今はライジンの解説をしています。戦いとは人間同士がもうなんか言葉とかそういうの関係なくてこう体ごとぶつかり合ってそれでどっちが強いんだっていうのが明確になる唯一のものだなっていうふうには思ってますけどもね。僕は格闘技は、人間同士がリングの上で2人きりで殴り合ったり組み合ったりしてどっちが強いか決めるって究極じゃないですか。僕がやってきた陸上と野球ではその高揚感とか満足感とか、負けた時の絶望感とか味わえない究極だと思います。それが MMA だと思います。戦いとは相手に勝つこと。とりあえず勝つことじゃないですかね。もうこれのためにずっとやってるんで、はい。まあでも今の自分にとって人生の一部。勝利とは？で勝とうとするっていうのは要は自分との戦いになってくるんですけど、要はものすごく苦しい時もあるわけで自分の中のその弱さにも勝つっていうその積み重ねが勝利なんじゃないのかな。こいつより強ければ何でもいいっていう。僕は勝てれば何でもいいです勝利とは自分の全てが肯定される瞬間ですか？はい。でその勝つことの積み重ねでファイトマネーとかも上がってくるじゃないですか。でそのファイトマネーが自分の価値だと思ってるんで。まあ嬉しいことですか。はい。KO 勝利一本勝ちとは？一本勝ち級、そこを目指してやってる、ので本当の戦いだったらもう相手をこう殺してるわけで、相手を仕留めたってことなんで、最も評価されるべき勝利ってことじゃないですかね。一本勝ち KO 勝利とは勝利の中で運が良ければ入る。はい。試合によりますけど、どういう動き方するのかなって最初は見て、である程度把握できるようになったらもう仕留めに行くというか、できるだけその時間内でフィニッシュすることがやっぱ勝ちというか、はい。やっぱ自分のやってきた練習というか目指したものが形になったっていう。
定勝利とは。正直自分では望んでないんだけれども、本当は1本 KO で勝ちたいんだけれども、だけどもそれをこうやり続けることによって結果判定になる。でも見る人もね、こっちは攻めてるつもりなんだけど、ガンガンそれは逃げてると思われる場合もあるわけで、いまだに自分はよく分かんないです、判定に関しては。格闘技ってもともと人を倒すものだし、言葉悪く殺す相手を仕留めるものじゃないですか。その勝利への過程って感じですかね。でその先にはもちろんフィニッシュ、相手を仕留めることを考えてる途中ってことです。判定は悔しいですね。はい、やっぱ判定って今のこのルールで上取ってたから優勢とか、でも下の方が有利っていう時代もあったかもしれないんで、だからあんまりなんて言うんですかね、勝ったとか負けたとかじゃない感じがしてて、判定勝利は、勝利です。はい。塩試合とは試合の結果、そうなっちゃった。はい、ライジンにおける判定の基準。認識というか、判定の基準ですか。うん、一応説明は毎試合受けるんですけど、正直判定の基準が全く分かんないです。マジっすか。は15本1本勝負じゃないですか、ライジントータルだから。アグレッシブネスもダメージもどっちも差がないって時は、全部ジェネラルシップでしか判定がない場合は1分ごとに区切りをつけて1分15ラウンドに分けて15等分して、15のうちどっちが何個取ったかみたいな。A が10個取って B が5個だったらジェネラルシップは A だよねみたいな解釈ですね。知ってた？い。知らないです。みんな15分に区切ってるんですか？っていう見方をしてるってジャッジ講習会でってことは15ラウンド何ラウンド取れるかってことですね。そう何で負けるのわからない。納得できた。後々その判定基準を知って、ああなるほどみたいな。それ知ってたの？そこで学んだっす。そうなったね。はい自分でやってみた、優劣つけて。はい。ジェネラルシップでしか差はついてないんで、多分どちらの試合もなんですけど、でその15本にした時にその手数とかで扇久保戦だったら足結構ローペチペチされてたんですけど、それをダメージと僕捉えてなくて、これを無視してたんですけど、それもポイントに入ってたって終わってみたら。で僕はその2回で苦しんだから判定基準で、だからそのジャッジ講習会も勉強したし、で今があるんで、もう判定勝利に特化した戦い方というか。さあパンチを振りながらまずトップを取ったのが弟子の新竜です。でもこれも抑えてるけど、後々そのジャッジ講習会によると上からじゃ何もしてないじゃん。そうでこの時の僕の認識は上取ってる方が有利でしょ。パスしても、パスしてもダメージ与えてなかったらもう五分みたいな。僕の認識だとマウント取ってる方と取られてる方って、昔だったらマウント取ってる方がかなり有利じゃないですか。今はけど全然変わんないですよ。殴んないと。クローズ入れられて固めてるのとマウント取って何も起こってないのは同じ認識なんですよね、結局。さあ上に少しずつ上がってきます新竜誠です。でこの下からコツコツの方が評価される。さすがにこの局面は真理でしょ。多分そんなに差はついてないんじゃないですか。そんなに差がついてない。あんまり殴れてないし、下からコツコツされてるし、拳で語り合いたい何かあるんですかね。こういう
全然聞いてないんですけど、こういうペチペチっていう合間に挟んでくるじゃないですか。でこういうのでポイントゲームがうまいですよ。判定の結果3対0。熟知していると思う。それはしてると思います。だからその1分で何もない展開の時に蹴り打ったりとか。雷神のリングで勝つルールで勝つために自分の武器を理解してどう勝てばいいかっていうのをしっかり考えてやってるんじゃないですか。じゃないと7年ずっと判定じゃないですよ。7年いやいや8年かな7年わかんないですけど伸びてる。はい。勝ちが全てって感じでしょ。勝つことがやっぱり一番大事なことだよね。そうですね、はい、戦う前から相手のことを研究したりするんで、この攻撃が強いとかでこの攻撃が入るっていうのを自分で見て、でとにかくそれをもう試合では遂行するって感じですね。攻撃が最大の防御だから攻め続けてれば攻めきれなくても勝ちだよねっていうマインド。そういうわけじゃない。俺はそうやって戦ってましたよ。取れるいけるって時はもう行くっていうふうに行くんですけど、そういう展開にならない時はやっぱりその相手の自分の今この攻撃が入るとか今タックルいけるとかそういう感じでやってます。だからみんなが期待するような、足止めての打ち合いなんて素人でもできるじゃないですか。だって思いっきりただ殴ればいいだけなんですもん。だからプロはそうじゃなくてやっぱりしっかり技術を見せるべきだと思うし、派手な試合ってだって誰でもできると思うんですよね。僕は勝つことが全てで、別に勝っても負けてもいいから面白い試合しようとして打ち合うのは僕はものすごいレベルの低い戦いだと思うし、プロじゃないと思いますけどね。蹴り立てるか、まだ立てるか、レフリー止めた。やはり1ラウンド決着だった。今日はもういや負けて KO 負けしたけど今日は仕事だからいいやってとこまでは割り切れないですね、俺の中では。はい、ホセトーレス戦もやりきったと思ったんですけど、結構なんだろう、あんまり評価は良くなかったんで、僕は勝つために結構もう倒して寝技で勝つっていうのが僕のスタイルなんで。大きくもヒロマサやりきった。強さを求め強い選手と戦いたくて格闘技を続けてきました。なので、準決勝は、アリベク・ガジャマドフ選手と戦わせてください。よろしくお願いいたします。私からは以上になります。投票数36票、大木久保博正、準決勝こちらの2人によります戦いが決定いたしました。強い選手、強そうな選手、強そうな選手が当たるっていうのはいいよね。そうですね、モチベーションはやっぱり高くなりますね。はい、こういうことできるのももう最後かなって思ってるんで、そうなった時にやっぱり挑戦したいなっていう気持ちがやっぱ強かったですね。はい、背も結構ありますね。打撃が強い選手って感じですよね、本当に。ちょっと組の攻防もあったんで、タックル切る能力も高いかなっていう感じがしました。曽谷も両足タックルってすごい速くて、なかなか反応しづらいんで、でもしっかり反応してたので、1ラウンド目最初の反応はいいなっていう感じは受けてますね。はい、ここの力も強いですね。ここ結構大木久保選手は勝負するところでしょ、今の4つの。ここは勝負するとこです。はい、タックルよりもここの方がちょっと強烈で。そうですね。やっぱ最初はかなり出力ありますね。なんかこの顔をつけてくるっていうのはこれあれだよね。ダゲスタンレスリング。顔つけてくる。顔、背中とか胸とか、あと顎に頭しっかりつけるとか、頭で顔を押すとか、頭部として顔を使うという。残り時間50秒です。ダウンを取ったガジマドフ。やはり反応は早いです。反応は早いね。やっぱ左がもう反射レベルで出るんで、左フックが左のボディ放っていきます。散らしてますね。蹴りがね。ガジマトフでも最初の組の攻防でちょっと疲れてますね。もう攻防だけで。そうですね。
構これプレッシャーかけたら確かに消耗しそうだよね。消耗しそうっすね。全部フルパワーなんで。そんな相性悪い感じはしないけど。そうですね。タフな相手とあんまりやってきてないと思うんで。あれを意図してやってんのかどうかだよね。手でパンチでパンチでパンパンパンってやっといて、で膝出してんのかとか。そうですね。アッパーから落としたパウンドアウト。取ったのはアニメクガサバカヘ。やっぱ3ラウンドでもしっかり倒せるパンチ持ってるんで、やっぱコンパクトっすね。パンパン。それがなくてオビジャにあるものなんですか？いや、たくさんありますね。蹴りもだし、僕はもっともっと多分組を交えていくと思います。あとここにいたら危ないっていう距離ももうちょっと分かってるんで、そこにはいないようにしながら、やっぱりプレッシャーかけていきたいですね、中盤ぐらいから。だから扇久保の距離で設定をしっかりしてやる。扇久保の距離設定それやれば何かしらのカウンターは取れると思うんですけどね。しょっぱくなさそういや、しょっぱくならないと思いますよ。来ますもんこいつ、ガンガン。いや僕はだから扇久保が疲れさせる戦い方、プレッシャーかけて手数出して組み混ぜてっていう疲れさせるような戦い方すれば全然扇久保が勝つんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。まあで優勝候も補なんで。こういうダゲスタンの選手とかとやるのも初なんで、拳の硬さとかっていうのは未知なんで、そこの怖さはあるんですけど、チョーク取れそうな気がするんで、バックチョーク、バック取れたら狙っていきたいです。途中でこれいけると思った時が気持ちよすぎて試合中だからそれが楽しみでしょうがないです。でもワクワクしてます。早くやりたい。はい、自分では塩って言ってますけど、もう塩は賞味期限長いんで、まあ時間かけてバーッと攻めさせて、まあ、そこから逆転していくっていうのが僕のスタイルだと思うんで。У меня еще много чего есть в арсенале. Я еще не показал всего, что я умею. しっかり制しています。リスト戻りましたね。それでいいですね。アッパーから落とした1ラウンドバックチョーク取りたいですね。悪口じゃないけどもう嫌いなだけなんで、はい、まあ大晦日やっつけます。周りの友達が先週真っ盛りで遊んでいる中、僕はヤマト運輸で配達員、弥生県でアルバイトをしながら毎日練習とバイト先の往復の日々でした。この長い下積み時代が雑草のように負けない心を作ってくれたと思います。対戦が決定です。誰もが認めるぐらいすごい選手ですよ。もうレジェンドに片足突っ込んだぐらいなレベルだと僕は思ってます。なんかここ最近負けたのもそのトーレスと扇久保でベテランの壁じゃないですか。ベテラントップの壁なんで、もうここも同じ壁だと思ってるんで、もうさすがに超えなくちゃダメだなと思ってるんで。最近の元谷選手、判定勝ちが続いています。どんな風に進めてるなっていうのは見えますか？僕は最初相手を探ってる感あります。絶対最初行かないで結構ガード固めてロープ背負ったりして相手の出方伺って、じゃあそれだったらこう行こうかみたいな。本人が多分スロースタートだったら自分でも認識してると思うんで、だからどのタイミングでギアをちょっと上げるかとかっていうのを準備してきたのかなっていうのは思いますけどね。やっぱスロースターターって伸びるじゃないですか。まあ、それも考えながらですかね。やっぱり自分が15分戦い続けることが大事なんで、本来の動きで最初に行き過ぎても良くないし、
とは思いますね。いう意識をつけさせるっていうのを試合中はすごく重要。さあ初めてバックに回りました。なるほど、すかしてあえて後ろに回って、まあ、4の字は強いですよね。バック取って、ここのコントロールはすごいんでさせたくないな。多分ここまで取られたら多分逃げれないと思うんですよ。そう、まあ、現にこの対戦になって広谷選手はもう逃げれてないじゃないですか。広谷がどう戦うか、広谷がどう戦うか、打ち合いに応じるのが元谷。元谷さん結構手数は出るんですよ。拳返してないんですよ。効かせるパンチじゃないけどポイント取れる戦い方なんで、ラッシュがすごい速いんで、そういう遠い距離っていうよりは近い距離でごちゃごちゃにして、あとは組も混ぜるの好きなんで、本来はグラップラーと思うんで、ビッグヒット狙ってるというよりはごちゃごちゃにしてどっちもできるようにしたいみたいな、混乱させたいんじゃないかなと思うんです。だからすごいタイミングは独特なんですよ。どう対処する？どう対処する？それは試合見てください。はい。はい。でマッチアップとしては自分はすごく質の高い試合になるかなと思ってますけど、まあ、お互い全部できる者同士だし、その中で勝ちに結びつく攻撃をズバリのタイミングで入れた数っていう風なつばぜり合いになるんじゃないのかなと思いますけどね。だから元谷選手最初見てくるから、そこをどう攻めるかじゃない。そこを見せちゃうと元谷選手のペースになっちゃうから、僕だったらそこチャンスだなと思っていっちゃうし、僕は行った方がいいんじゃないかなと思うし、そんな中で大事なのはやっぱスタンドだと思うから、元谷選手の短い距離の連打をどう対処するか、新竜選手が。まあでもその独特の打撃、注意っていうのと、そうスタミナタイプですよね、元谷さんは。そこの勝負も絶対ありますよ、後半は。でどっちかが折れたらそのペースになっちゃうだろうし、あと一歩一皮向けるのはもうこの試合超えたらだなって思います。新竜選手とディープ新旧対決で噛み合うんじゃないかなと思ってます。このチャンスをしっかりものにしてベルトしっかり取りたいと思います。本当皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。総選挙の感想ですか。いやーすごい疲れましたなんかそれ終わるまで試合もどうなるか分かんないですし、残れるかなっていうそういう気持ちが疲れました。広谷戦は結構4の字バック4の字ロック取ってからも、決め急がないで結構殴ってたじゃないですか。はい。あれは作戦、あんまり強引に行こうとすれば太田戦みたくさ一本いけたかもしれないみたいな感じもあったけど、それは別に行かなくてもとにかく殴ろうみたいな。やっぱ相手がディフェンスすごいするんで、決めづらいなっていう展開が増えたんで、すぐ決めに行くよりしっかり散らしてというかパウンドで嫌がらして隙出た時に決めようとは思ってて、僕はなんか久しぶりにフライ級だからあまり勝ち急がないで自分がどんだけ動けるのかっていうのもちょっと確認してるのかなと思ったんですけど、その辺は、コンディションは別に気にならなかった。いやでもコンディションはちょっと確認というか、本当に動けるかなっていう。なるほど。でも結果大丈夫だったんですけど、全然問題なかった、大丈夫でした。前から新竜選手、同じ階級になったらやりたいなとは思ってて、どっちが強いんかなっていう、結構似たタイプなのかなと思ってて、なんか強い部分がというか。左ストレートだったりを当ててくる。さあ組みましたね。ここは四つは元谷選手も得意なところですよね。四つ、そうですね。新竜選手全部強いですよね。一回テイクダウン取られるとだいぶ精神的に楽になりますし、バックに回りながら左足差し込みましたよ。こういう変形的な、なかなかやる人いないと思うんですけど、もう一つ肘、いいですね。強いですね。一ラウンド目強いですね、新竜選手。良くなってますね。なるほど。さあ、から倒しきる。イノチン
ここがなんか決まんない人なんですよね、このフロントが。そうそう、フロントチョークが決まんない人らしいですよなんか柔らかくて決まんないみたいな。今ご覧のように完全に制せられています。今あえて離してこの辺のしつこさも一回上取るとしつこくさ、ポジショニングキープもうまいじゃないですか。バックもバックもなんか動きがあるから面白いですね。なんかいろんな仕掛けをしてるんで、アームロックから肩固めから。このグラップリングにグラップリング合戦だったら受けて立つ感じじゃないですか。まあそうですね。そこがどうなるのか自分も楽しみですね。ようしゃべるな。あ、本当ですか？格闘技のことだからじゃないですか。技術的なことだから。普段のインタビューとかさ、格闘技技術以外のこと聞いちゃう、家族とか聞いちゃうから。もちろんもちろん。これを考えるの疲れますか？いや全然疲れないです。はい。これは疲れない。はい。これは疲れないです。楽しいです。演説で何考えるのはちょっと疲れますね。はい。はい。ボーナスはやっぱ欲しいですよ。私ボーナスなしや。お、ボーナスもあった。今気づいた。こんなスキャラになってですね。まあ誰でもそうでしょう。参考まで通常のファイトマネーと何分の1ぐらいのファイトです。金額じゃないよ。まあ割合的には3分の1とかですかね。それはでかいな。でかいね。そこも競技のデザインなんですよ。あ、なるほど。それ大きいね。手を一本狙え。狙って。そうですね。そこは頑張るよねじゃあ。はい。でやっぱそっちも上がっていくこともあるんで結構。はい。あ、ウィン KO ボーナスも上がる。どっちも上がるんで。だからもうフィニッシュできればだいぶ変わるんで、いやもったいねえなというかくっそーと思いますよ。はい。どんな、形で今年を終えたいと思いますか？今年もだって3月やって、そっか。決勝までいったら4試合でしょ。そうですね。もうずっと毎年コンスタントに4試合ぐらいやってますよね。やってますね。ディープとかなかなか本橋選手みたいに毎年4試合とか3ずっと重ねてってる人っていない。途中で怪我してとか1年空いたりとかそれ全くないじゃないですか。はい。その辺の秘訣っていうか。秘訣そうですね。あんまり対人でなんていうんですかね、ギアというかあんまり出力上げすぎない。なんか試合前に焦ってなんか練習不安やから練習って対人とかして怪我すること多いと思うんで。それするぐらいなら他のもっと自分を追い込めることで怪我しないことでっていうのは思ってます。それは何ですか？追い込めるスタミナとかですからね。フィジカル。はい。長距離走好きだ。まあ40キロは走る時はありましたけど、1日で。40キロ。やべえな。で次の日っていうかもう3日ぐらいもう動けないじゃんそんな人。10年前のフライ級の時毎日30ぐらい走ってます。マジで？毎日はちょっと待ってね。はい。それで終わりじゃんだって。はい。1日30キロだったらそれで終わりじゃん。そっから夕方練習しに行く。で6時間ぐらいでもいます。6時間練習してんの？6時ぐらいから12時とか1時ぐらいまで残ったりして。すごいね。ディープ新旧対決で僕がディープってことを証明したいです。いや本当新竜選手としたくてすごい強い選手だなと思ってるんで。まあでも嬉しいですよね、そういうふうに指名してもらえるってことは。なんかお互いにちょっと言われてるじゃないですか、ディープの最高傑作とか。じゃあ本当の最高傑作どっちなんだっていうのを見せれますよね。
RIZIN 51 in 名古屋。ライト級タイトルマッチ、王者カナリア色の大和魂、王者サトシ出撃。挑戦者裸の大砲、王座獲得のチャンス。裸の自分をぶつけるしかないなっていう。グラウンドだけじゃなくて打撃でも終わるかもしれないですね。最初で始めてから最後まではずっと私の手に見てください。ロベルト・サトシソウザ VS 堀江義則。フェザー級タイトルマッチ、王者14戦無敗オールフィニッシュ、完全無欠の犬足。挑戦者 MMA9 連勝クラスノダールの死神が犬足を食らう。ラジャブアリ・シェイドラエフ VS ビクター・コレスニック。ギャングスターにいぶし銀が挑むダニー・サバテロ VS 佐藤翔子。幕肘再び帰ってきたバッドナマズ、梅野源氏 VS 芦沢流星。高木亮ファンクラス王者と殴り合い。大和哲也 MMA 初挑戦。お祭り男八千祐介。2頭の巨獣が名古屋を揺らす。ブレイキングダウン VS ブラックローズ。富澤大地 VS 平本譲。ヘビー級グランプリ決勝戦、フライ級グランプリ準決勝、9月28日名古屋 IG アリーナ。